じゃあ始めようか。準備 OK？ OK？ 本当にいけそう？いく？始める？始めようか。はい、皆さんこんにちは。ギーチャンネルのギーでございます。皆さんですね、すごい結構来るんですけども、作ったらね美味しいとかね、いやすごい中華料理屋さんの味だなってみんなに言われるんですよ。すごい嬉しい。まあまあ批評もすごいですけどもね、その辺もやっぱり耐えながら頑張っていかなきゃいけないのかなというふうに思います。でもやるにはやっぱりみんな家庭で作る、簡単に作れるものをこうみんなにこう教えていきたい。難しいごちゃごちゃしたものをねやっていくのはもう大変だからね、お家でちょっとできる、ちょっと一味加えただけでこんなにも違うっていうことをね教えたいんです、皆さん。さあ今日もギーガールズのなおちゃんです。よろしくお願いいたします。お願いします。声ちっちゃいに違うの？お願いします。よっしゃ、OK。いや。今日はですね、皆さんにね、まあお家でよく、バーベキューやったりとかいろんなことするでしょ。その後に絶対締めたら焼きそばでしょ。皆さん大体食べるのはソース焼きそば、それとさっぱりした塩焼きそば。でも今日はですね、上海風焼きそば。そこに一つ工夫入れるだけで洋風にもなるっていうような感じのね、中華の味なんだけども洋風になっていく。このポイントを教えながら作っていきたいなと思います。はい、いい？お家で作った？作ってないの？作んなきゃダメ。教えてんだから。分かった？はい。孫です。嘘。はい。ね、皆さん気になりますね。彼女はギーガールズ、何の関係なのか、どんな関係なのか。普通の関係です。はい。それだけです。はい。じゃあ頑張っていきましょう。じゃあ今日はね、上海焼きそば。まずね、お家にあるこうお肉ね、お肉何でもいいです。お肉、鶏でもいいし、牛でも豚肉でもいいです。でバーベキューで余ったお肉でもいいです。それを活用していきたいなというふうに思います。それとバーベキューでよく使う玉ねぎとか人参とかキャベツ、椎茸があったら香りが出てすごく美味しい。ね、わかる？椎茸の香りってすごいな。これってもう大事なんでね、これをちょっと用意しとくだけで全然違います。野菜です。千切りにしてください。同じサイズで大体似たようなサイズで切ると麺と野菜が一緒に取れる。これがポイント。分かった？じゃあちょっと作っていきましょう。よーいスタート。まずフライパンにテフロンでいいです。こういうねテフロンでいいです。このガスコンロでもいいですね、電気調理器でもいいです。火をつけてちょっと1分ぐらい待ったら、そうするとあったかくなって油を引いた時に野菜が炒めやすくなってね、これがポイントです。じゃあそろそろ油を、サラダオイルでいいです。油を引くのちょっと多めに引きましょう。多めに引いてね、こうやって伸ばしてあげるね。これでお肉炒めていきますね。こうやって炒めていきます。表面がだいたい焼けてきたらこんな感じでいいですね。こんな感じでいいです。焼けてきたら野菜を入れていきます。今日はですね、玉ねぎ、人参、キャベツ、椎茸、それと僕はワンポイントで、もうワンポイントですね、もう一つワンポイントでニラを入れます。これは最後に入れます。で野菜をよく炒めてあげて、簡単ですよ。こうやって野菜をよく炒めてあげて、わかんないな。それがいいね。おとなしいね、いつもね。こうやって炒めてあげて、でよく油を回してあげる。ね。ここまでは普通の焼きそばのやり方ですね。ずーっと普通の焼きそばですよね。で、ある程度炒まってきたら、
野菜もシャキシャキ炊きたいので、もう麺を入れていきます。麺入れます。はい、置いて、はい、でここで麺を入れてなじましてあげる。ほら、おそばと野菜がどんどん混じっていくので、よーく焼きます。よーく焼きます。これね、もう一つはね、焼きそば先に焼いといてもいいんですよ。先に焼いといて、それから、野菜を炒めて麺を入れるの。ただもうね、皆さん多分それをやらないんで、もうこうやって炒めていく。多分レシピには先に焼きそばを炒めるっていうの書いてあるかもわかりませんけども、もうこういう形でいいです。野菜を炒めながら麺を焼いていく。ね。これがいいです。美味しそうでしょ。いい匂いでしょ。ほら。ね。こうやってこうやってこうやって、はい、ちょっと振ってあげるだけでね、もう今男の人でもすぐこうやってやるもんね。なんか映画で今やってるでしょ、流行ってる。僕もよく見てるけども、あれはね。ほら、どんどん油が回ってきた。油が回ってきたら合わせ調味料入れます。いいですか、合わせ調味料。うわ、これで煮焼きしていきます。煮ながら炒めていく。いい匂いでしょ。してきたでしょ。でちょっとね炒めてあげる。またここで煮焼きしていきますね。ここでワンポイントです。じゃんじゃんじゃんじゃーん、カレー粉入れます。カレー粉入れるね。これはどこのカレー粉かわかんないけど、カレー粉入れる。スポンサーについてくれたら僕がどこどこの何々を使ってます言いますよ。スポンサーついてくださいよ。はい、ほら、どう？いい匂いでしょ。カレー粉を入れることによってちょっと洋に近いようなものになっていい匂いするでしょ。いいでしょ。でこれでもう大体出来上がりで、あとごま油入れてニラを入れていきます。そうするとニラの香りとごま油の香りで、ほらいい匂いするでしょ。全然違うでしょ。ほらね。はい、お家で簡単できる上海焼きそば。お皿取って、さあ盛り付けていきます。ボタン押してない。はい。はい。何分？4分56秒。おー、4分で作れる焼きそば。それも5、6人で食べれるような量。ほら。はい、なおちゃん持って見せて皆さんに。はい、出来上がりました上海焼きそばです。じゃあ今作った上海焼きそば食べたい。1枚ポン。あ、ポンされた。これが1枚でなんでやねえ、食べたい。美味しそうやろ。ちょっと食べてみようかね。え、こんな綺麗にできますよ。野菜もシャキシャキ、麺もちょうどいいね。お肉も入れてね、美味しそう。はい、食べてください。イエイ。美味しいかな。いただきます。はい。いいよ。なんでおかしいの？そんなおかしいの？緊張してんだろ？緊張しない？ずっと見てよ。何？何？聞こえない。向こうの方に聞こえない。
カレーの味がして美味しいです。カレーの味かい。カレーの味だけかい。さっき言ったんですけど、別に普通に食べてきたみたいですけど。お前バカ。友達と遊んでたから。友え？達と遊んでた。何食べた？いろいろ。お前バカ。関西弁言わないで、関東弁。バカ。アホ？いっぱい食べてな。はい、もうちょっと食べてるし。食わすぞ今日は。じゃあお肉。お肉。もう好きなように食べて。もっと食べよう。食べ味が染みてる。たよ。はい。味が染みてる。それは僕の人生の味や。でもちゃんと味付いてるでしょ。シャキシャキでしょ。ね。皆さんもですね、こうやって美味しいもんも食べてていいよ、ずっと。美味しいもんをね、お家で作って、でも本当にありがたい、本当にみんながね、作ってくれてるんですよ。昨日もね、ちょっと表で、あ、D チャンネルの D さんやって、一の船りの D さんや、僕は。D チャンネルじゃないですって言いながらですね、酢豚美味しかったです。ね、みんな言ってくれる。これすごいよな。もっともっと皆さんですね、美味しい中華をどんどん教えていきますので、よろしくお願いいたします。なおちゃんも頑張んないと。もうちょっとみんなね、いろんな方にファンになってもらわないとな、道歩いてて「なおちゃん」って呼ばれるぐらいなってくれないとね。分かった？広めてください。広めてください。ではまた次回へ。ありがとうございます。 Not a housefly floating in my wine, and not a barber who's ruined my hairline ever since I met you. Nothing can make me blue. Oh, it's just clear skies, すごいね。 trees and warm breeze and すごいよ。食べる？ each day I'm with you. 日本でいう焼きそばっていうのはあんかけでしょ。でもやっぱり中国地方によったら全然作り方が違う。あんかけっていうのは大体日本から中国に渡ったのかなというふうに思われます。で、上海焼きそばっていうのは上海でできて、上海って醤油を結構使うんですね。だからお醤油の焼きそばなんで上海焼きそばっていう名前がついたみたいです。なんでカレー粉かっていうと、今昔からね、神戸でねカレー粉を入れるね、こういう炒め焼きそばが流行ってたんですよ。もうちょっとつゆだくでね。だからそれをちょっと僕が上海焼きそばにアレンジしてカレー粉をまぶすようにしました。結構評判いいんですよ、これコースとかで出すと。これは本当人気看板メニューなんで、本当に美味しいなっていうふうに皆さんが言ってくれるので、これをぜひお家で真似していただいて、もうね、家族の皆さんって言ったらおかしいんですけども、一人でもいいです。食べたらすごく幸せになるような焼きそばです。幸せを呼ぶ焼きそば、上海カレー焼きそばでした。この番組は食べ物で病気を予防する異食道元の創作中華一の船入りの提供でお送りしました。